で皆さんが普段食べている鮭フレークとこれ作ってね、ぜひ比べていただきたいレシピになります。塩鮭フレークという鮭フレークの作り方をお伝えしたいと思います。しっとりしてるのが美味しさだと思うんですよ、僕は。ポイントはですね、一番最初の火入れにあります。最初の火入れは湯煎してみます。そうすると中に水分内包したまま優しく火が入るから外に水分出ていかないからしっとり仕上がるっていうね。しっとり。大体やっぱり市販のものって水分ない感じなんですけど、このフレークやっぱりみずみずしいですよね。これでご飯進みますね。今日は皆さんに塩鮭フレークという鮭フレークの作り方をお伝えしたいと思います。生鮭でやることもできるんですけど、塩鮭の方がもうそもそも塩してあって余分な水分魚から抜けて旨味が強いですね。で皆さんが普段食べている鮭フレークとこれ作ってね、ぜひ比べていただきたいレシピになります。では材料です。塩鮭、甘塩のものですね。最近甘塩のものしかほとんど手に入らないと思うんですけどね。お酒、醤油、みりん、砂糖、それから白いりごまですね。そしたらまずポイントはですね、一番最初の火入れにあります。一番最初から、要は例えばフライパンに乗せて鍋肌に当てるってやると塩鮭がそのしっとりしないんですよね。しっとりしてるのが美味しさだと思うんですよ、僕は。そのしっとりした身に調味料が入っていてうまさ感じるっていうのが鮭フレークの醍醐味だと思うので、最初の火入れは湯煎してます。なので切り身をこういう保存用のバッグに入れてんですけど、入れてピタッとさせて封をすると。抜いたらこういう状態で沸いた湯の中に入れます。で沸騰した湯の中に入れて蓋をして、できるだけねこの時には保存用のバッグ、鍋肌に触れないようにちょっとするといいと思いますね。で火を止める。でこの状態で30分置きます。そうすると中に水分内包したまま優しく火が入っていくから外に水分出ていかないからしっとり仕上がるっていうね。しかも冷えしっかりしてるんで結構保存も効く。冷凍もできる。じゃあ30分経ったので蓋を外していきます。もうぬるいですね。で鮭はしっかり火が入っている。こういう状態ですね。ちょっと水分も出てますけど、今湯煎で鮭に火入れたんですけど、まだ骨と皮が残ってるんですね。この骨と皮を外す作業をします。よいしょと。骨も炒め合わせてる間にこう抜けるんですけど、ピーンとね、こういう骨これ外していく。で皮、僕だったら皮も入れちゃいますけどね、ちょっと見栄があんまり綺麗じゃなくなっちゃうかな。このハラスンとかも絶対入れましょうね。このとこね、油だから。で皮外す。でここに骨があるんですよ。この内側にこれでかいの、これは絶対外せないんだ。であとここの身の間にあるこういう骨は後でほぐしてる時に出てくると思うんで、その時に抜いてもいいと思うんですね。そんなに鮭すごい骨の多い魚じゃないので。よし、これでほぐれましたと。そしたらこれから調味料で味をつけていくんですけど、鮭を入れて炒めてそこに調味料入れていくとやっぱり火に当たってる時間が長すぎるんですね。せっかく今しっとり仕上げたからさっとできるだけ味を入れたいので、ここでまず鍋の中で調味料合わせちゃいます。酒、醤油、みりん、砂糖。これすごい少なそうに見えるけど結構あるんですよ、これでも調味料って。これでもね。でこれ火にかけて半量にします。もういいかな。約半量いきます。ほぐしていきます。であとはどういうフレーク食べたいかですね。すごい細かいフレークが良ければここで結構高く、大きいなんかほぐし身みたいな感じで食べたかったらちょっと大きめにするみたいな。
あんまり火入れしたくないのでもうこれ止める。でこの時に骨が浮いてるのでここで骨取れちゃいますね。こうやってね、こう。OK です。で今日はごま入れるんですけど、ごま入れなくてもこのままでも美味しいフレークなので、それもお好みですね。僕ごま大好きだからごまプラス、はい、こんな感じ。じゃあごま入れて混ぜたらこういうね保存容器に移して、ちょっとずつ使っていく感じかな。お好みでご飯、おにぎり、はい、完成です。温かい炊きたてご飯にのせてですね、いただきます。しっとり。だいたいやっぱり市販のものって割とパッサリと水分ない感じなんですけど、このフレークやっぱりみずみずしいですよね。ちょっと濃いめに味付けたんですけど、噛めば噛むほど鮭の旨味と同時にその調味料のね塩味が出てくる感じ。これでご飯進みますよね。当然保存も効きますので冷蔵で多分10日ぐらいかな。でその後冷凍して逐一解凍して使っていけばおにぎりとかに混ぜたらね、お弁当にも便利な鮭フレークになるんじゃないでしょうかね。塩鮭の、特売の日とかありますよね。そういう時にまとめて塩鮭買ってフレーク作られてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。